皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日は久しぶりに雨が降り、外に出ると少し肌寒いくらいでした。ちょうど雨も小降りになってきたため、この通路に置いてある多肉を植え替えしようと思い準備していました。今回はこの多肉たちをリエールさんのタニフェスで購入したこの鉢に植え替えしていこうと思います。前回この鉢を使って植え替えした多肉は鉢底石を入れていませんでしたが、今回は鉢底石を入れてみました。まずはこのギャラクターを植え替えしていきます。ロゼットの内側の葉が枯れていたので、これは取り除いておきました。ピンセットを使い抜いてみると、思ってた以上に根が張っていました。根についている古い土はなるべくきれいに落としておきます。植え替えするついでにロゼットの周りの枯れ葉もきれいに掃除しておきます。ポロッと葉が落ちてしまいましたね。落ちた葉は葉ざしに使います。そして今回使う土なんですが、外に出しっぱなしにして雨で濡れてしまっていました。仕方がないので濡れた土をそのまま使うことにします。濡れている土はダマになってしまうので、とても植えづらいです。ロゼットの周りの土はしっかり指で押さえておきました。これでギャラクターの植え替えは完了です。真上から見るとロゼットが中心に来ていなかったため、少し手直ししておきました。次に植え替えするのはこのプリラータです。ちなみにこの多肉の生産者さんが使っている土は結構水持ちが良さそうです。そのせいか鉢から抜いた多肉ちゃんたちはみんな根張りがよく、どの多肉ちゃんもみんな長く根を伸ばしていました。このプリラータの根もとても立派です。こんなに立派な根を切るのはかわいそうですが、今回植え替えしている鉢は浅い鉢なので、根も半分ほどにカットして植え替えています。この多肉ちゃんたちはベランダに置いていました。夏の終わりにハイポネックスと愛媛愛を混ぜたものを水やり時に与えています。しっかり水を吸ってから植え替えしているので、葉ざしを取ろうと思いましたが、ロゼットがまだ小さいため、今回は葉ざし用の葉を取るのは諦めています。植え替え時に取れてしまった葉は葉ざしに使うんですけどね。それにしてもこの濡れた土、本当に使いづらいです。
今回は大失敗でした。濡れてダマになっているため、空気をたくさん含んでいて、指で押せば押すだけ土が沈み込んでいきます。最後に札を刺したら、プリラータの植え替えも完了です。ご近所さんのお家に遊びに行く途中に彼岸花が咲いていました。白い彼岸花もあるんですね。紅白でとても綺麗な彼岸花でした。作業の続きで3つ目の多肉は白雪の花です。白雪というように見た目もとても繊細ですね。それでも鉢から抜いてみると根鉢になっていました。根はしっかり張っているようで一安心。植え替えをして大きな株に育ってくれると嬉しいんですけどね。皆さんは10月の多肉ごと進んでいますか？日が暮れるのも早くなり、もたもた作業をしているとあっという間に外は真っ暗。それに加えて厄介なのが蚊が多くなること。涼しくなった途端に一気に蚊の量が増えてきました。この間はちょっと外にいただけで10箇所も蚊に刺されていました。油断して蚊取り線香を焚かなかったのがいけなかったんですが、さすがに10箇所も蚊に刺されると我慢するのも大変でした。植え替えしているとまた葉が取れてしまいました。この葉は葉差しできるかわかりませんが、とりあえず同じ鉢に一緒に葉差ししておこうと思います。優しく優しく植え替えしているつもりでしたが、ここでまた一枚葉が取れているのを発見。葉ざしっこちゃんが増えてしまいましたね。白雪の花の植え替えもこれで完了です。最後に葉ざしも忘れずに同じ鉢に挿しておきました。はい、ということで今日は小雨の降る中、多肉の植え替えをしていきましたが、実はこんな風に傘をビニールハウスの支柱と遮光ネットに引っ掛けて雨よけしていました。小さな鉢に3株植え替えしていきましたが、この大きな鉢を使って
多肉も植え替えていました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。